した。XQQ& クローショーということでですね、本日 XQ コーチと、クロー選手ロックインに出場ということで、ブラジルのサンパウロですかねにいらっしゃるということで、今回代わりに鈴木紀明が MC として、代役を務めさせていただきます。はい、ということで本日のゲストをご紹介させていただきます。フリーダさんと青汁さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、バロラント、VCJ でのキャスターを務められましたお二人に来ていただいたんですけども、今日はお二人にちょっとキャスターについてのあれこれとか、バロラントについてのあれこれとか、経歴なんかについていろいろ聞いていきたいなと思っております。そうですね、お二人なんかこうちょっと経歴を軽く自己紹介していただくと。はい、わかりました。じゃあ僕から、はい、お願いします。はい、フリーダと申します。はい、フリーダの伸ばし棒は、はい、あれ一応こだわりがあって、はい、ニョロってやつなんですよ。はい。あれ一応もともとエゴサしやすいからでつけたんですけど、すごい理由ニョロってやつ、あれ特殊記号扱いで、結構いろんなSNS とかで使えなくて、で、僕ハッシュタグフリーダできないんですよ。あ、そうなんだ。あれニョロが、もうハッシュタグ、シャープつけたと不利で完全に強制的に切られちゃうっていうそういう欠陥も抱えている名前なんですけど、一応名前はニョロでやらせていただいてます。よろしくお願いします。大事です。はい、2015年からキャスターとしては、レインボーシックスシージの方を担当させていただいてまして、で2022年の活動2023年かな、1月をもって、レインボーシックスシージから、バロラントの方にちょっと、転向してきたという形です。もともとは格闘ゲームやってたんですけれども、2015年からは、キャスターという形で、日々活動させていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、青汁さんお願いします。はじめまして、青汁と申します。岸大賀さんではない。岸大賀ではないですね。コメント欄で散々言われてますね。すごいジェネリック騎士って言われて自衛のために言っとくんですけど、青汁さん試しに岸大賀のスタングレネードって言っていただいていいですかみたいな振りが書いてあるんですけどこれいやみんな聞いてみたいんじゃないですか。みんな聞いてみたいですか。ちょっと寄せてもらって。寄せてか。寄せての。ちょっと寄せての。意外とそんな似てない気もするんだけどな、僕からするとね。自分では気づかなかったんですか？気づかなかった。あんまり気づかなかった。言われるまでは。じゃあちょっと行ってみますか。行きましょうよ。じゃあ僕が岸大賀っていうので、一応オーダーのって言ってわかりました。はい、OK です、OK です。はい。それでは行きます。岸大賀。オーダーのスタングレネード。今多分かっこいい BGM 流れてます。いつものやつ流れてます。はい。ここは編集の人がやってくれる。どうですかね。もうね、自分でネタにし始めたら終わり。そう、確かに。言われてるのはまだしかもなんなら今回同じ職場だからね。ちょっと気まずいところもあるよね。でも、割にはかなりノリノリで、じゃあ太田さんやってもらっていいですか？一人言われました漫才みたいなことやるじゃん。俺岸さんやるから太田さんやってっていう感じで、コメント欄でも言われて。で、経歴、そうだ、経歴の感じの経歴話をします。岸さんで完全に、上書いちゃったんですけど。すいません。改めまして、青汁とね、申します。僕も一応名前のこだわりが、青汁の青が、難しい方の青なんで、エゴサするときとか、青汁難しい方でやってるんで、皆さんもね、草冠の方を辞書登録してほしいなと思ってますね。はい。で、経歴なんですけど、2016年ぐらいからですね、デジタルトレーディングカードゲームのハースストーンというカードゲームの実況をやらせていただいておりまして、一応そのストリーマーをやっていて、そこから解説になって、で、実況になって、その後に競技プレイヤーとして、一応賞金稼いでたみたいな形でやってまして、で、それが昨年ですから、2022年ぐらいまで、競技プレイヤーと共にキャスターをやってた。で、FPS を始めたのがもうバロラントからなので、FPS の実況とかこれまで見たことなかったんですけど、キャスターのオーディションがあるっていうタイミングで FPS の実況を学んでみようっていう感じでやって、今に至るって感じですかね。なるほど。はい。なるほど。じゃあちょっとその話にも関わってくるんですけど、お二人の今回、募集があったわけじゃないですか。バロラントのキャスターの募集があったわけで、そこに応募しようってなった強いきっかけみたいなのって何かあったりするんでしょうか？僕からじゃあちょっと答えますけど、もともと、ちょっと僕が勝手に思ってるだけなのかもしれないですけど、レインボーシックスシージが、リリースされて、だいたいリリースから3年ぐらいの時のタイミングで、ブワーって結構、
コミュニティが盛り上がった時期があったんですよ。で、その時にかなりイベントの数が増えたんですけど、もともと僕がずっとやってたタイトルなんですけど、その、大田さんとか岸さんとか、今そのバロラントで第一線で活躍しているキャストの方々が、レインボーシックスシージのお仕事は、なるべくね、断ってたように見えてたんですよ、僕の中では。で、それはすごいコミュニティを尊重してるからこそ、あまりお仕事を受けないっていうスタンスを、僕は読み取ったというか、まあ、そう理解していたんですけど、はい、あると思いますね。で、そこがすごく僕の中では、感謝というか、リスペクトをしていて、で、バロラントがこう盛り上がり始めたタイミングで、僕ずっとバロラントやってはいたんですよ。プレイはしてて、で、自分の中で仕事にする気は全くなくて、で、バロラントがこう盛り上がっていく中で、今まで、こう、リスペクトしてる人たちが、新しくこう作り上げたコミュニティなんで、そこに僕が行くことは、ちょっと今回はやめておこうかなってずっと思ってたんですけど、まあ、ただ、オーディションっていう、公募っていう形の時があった時に、自分自身の実力というか、市場価値みたいなのって、今どうなってるんだろうっていうのが、まあ、やっぱ気になったんですよね。だから、まあ、その感謝はもちろん本人たちにもお伝えしましたし、その上で、自分の実力ってどこまで通用するんだろうっていうところを試してみたくて応募してみたっていうところがあります。はい。まあ確かにこうシージといえばみたいな感じの雰囲気が出来上がって、まあそうですね。もう結構本当に、もう完成されてるような感じがありましたね、もうずっと。本当全然話それて、これ全然使わなくても大丈夫なんですけど、僕、コールオブデューティーっていうゲームやってて、で、僕が、まあ、その、プロリーグとかの、まあ、解説としてキャスターやった時に、やる前に、僕、もともとプロチームに所属していて、プロリーグのキャスターにプロチームの選手とか、まあ、僕はその時はもう選手とかサブロースターの感じだったんですけど、が出るっておかしいので出れないじゃないですか。で、まあ、僕はちょっと辞めるタイミングだったんですけど、その初戦に関しては、僕出れなかったんですよ。キャスターとして出れなかったんですけど、岸さんが代わりに出てくださったんですね。でその時に本当本人はすごい嫌がってたというか、お前が出ろよみたいなすごい言われたんですけど、その1回だけはね出てくれたんですよ、最初。でその第2回から僕もう完全にそのチームからのロスターから外れたので出れるようになったんですけど、なんかそんなこともあったんで、まあそれは本当になんだろうな、シージの形を守りたいというか。そうですよね。だからそうコミュニティでやっぱり育っていくというか、e スポーツって大事だと思ってるので、それを畑を荒らすっていうなんか表現は変ですけど、僕も本当に自分自身もちゃんとコミュニティに対してフルコミットできる状態じゃないとお仕事をするっていうのは失礼だと思ってるので、それもあって、まあ、オーディションっていう場がなければ多分僕はこの場にいないと思いますね。なるほど。まあ、オーディションっていうものがあって、でちょっとこう自分の実力をというか、まあ、試す場というところで。そうですね。で、そこで合格がもらえれば、まあ、実際のところは多分人手も足りなかったんでしょうし、欲しいと思ってると思いますから、そこはまあちゃんと認められればいいのかなというふうに思って応募していましたね。なるほどね。青汁さんはどうですか？いや、なんか今のフリーダさんの話聞いた後だと、すごいなんか自分がこう、ガキっぽいというか、ある意味では。年齢もあるから。そうですか。年齢あるから。僕はまずそのバロラントのゲームのすごいファンだったんですよ。それこそもう VCT とか日本語配信始まってからもう見なかった日はなかったぐらいずっと競技シーン寄ってて、で、まあ自分としたらやっぱりこう自分がディープに関わったというかハマったゲームは何かしらの形でこう関わってみたいなっていうその願望がどっかにある人間で、バロラントのその実況解説とかってやってみたいなっていうふうに思ってたんですよ。まあ基本実況ですね。実況やってみたいなって思ってたんですけど、まあキャスターになるって言ってもそのなり方ってなかなか難しいじゃないですか。確かに。まあこのゲームのキャスターになりたいなって言っても、まあ一応営業とかかけたりとかいうのはありますけど、なんか今すでにその岸さんとか大田さんとかもう大御所の人たちがいる中でここから新しく入っていくことってまあ無理だなって思ってて、まあ正直もう絵に描いた餅というか現実的ではないと思ってたところに急にこうキャスターオーディションの話が来て、僕からするとなんか急に上から雲の糸垂れてきたみたいな感じだったんで、まあとりあえずやってみようかなみたいな感じで結構軽い気持ちで受けたんですよね。なんでちょっとなんか結構対照的なんですけれども、僕はなんかやりたかったことが目の前に来たんでやってみようぐらいでしかなかったですかね。
普通に考えて、はい、キャスターのこうオーディションってちょっとあんまり見たことない。いや、ないっすよね。ないっすよね。本当になくて、で本当なり方がわからないっても本当にそうで、なんかその自分自身もなんでこう例えばコールオブデューティーのキャスターになったのかもあんま分からなんか本当流れ行きでなったという感じが多くて、何かこう正式なルート応募があってそれに応募してってわけじゃないので、確かになんかそんな中で今回オーディションが来たっていうのはね、本当にまあおじるさんもこう応募するっていうのすごい分かる、でもバロラントが好きで応募されたってことですね。そうですね、そんな感じですね。もっとちょっとこうお二人のキャスター集まっていただいたので、何かこうなんかキャスターとしてのこう仕事としてのなんかこういろいろな質問させていただきたいんですけど、今回バロラント VCJ とかありましたけど、そこに向けてなんか特別こう練習してきたことというか、何かこう普段今まで別タイトルやってたわけじゃないですか。今回バロラントの実況臨むに向けてどういったことを練習してきましたか？じゃあ僕毎回先言ってましたから、今回大重さんからいきますか。僕からですかね。僕はそもそもこのジャンルとしての、その FPS の実況っていうのがほとんどやったことなかったので、まずそのテンポ感になれるっていうところからやっていこうかなって思ったんですよ。でなんかこれ多分 FPS 実況の初心者あるあるだと思うんですけど、キルログしか実況できないみたいなことが結構あったんですよ。で最初のその自分の中でこう鍛錬してる中で、そういうなんか改善点とか見つかっていったんで、まずはこの、さっきも言ったそのテンポ感を覚えるためになんかこれまでキャスターの人とかが実況したものを英語のシャドーイングみたいな感じの要領ですかね。アーカイブで岸さんが言ったことをそのまま丸ごと同じことを画面の前で音聞きながら言うみたいなのをやって、FPS の実況のテンポ感っていうのをまず覚えたっていうのが。抑揚の付け方とかね。そうですね。そしたらなんかちょっといわゆるジェネリック岸大河と言われるようになっちゃった。そこで多分ちゃんとルーツがあったんだ。そう。やっぱ青汁さん僕すごいなと思うのは、逆に僕それ絶対やりたくなくて、他人に引っ張られちゃうタイプなんですよ。だからもういつの間にかそっちに寄せられちゃってるっていうか、引っ張られちゃうから、逆に僕日本語の試合絶対見なかったです。あ、マジっすか？一回も見てない。練習の段階で。確かに映っちゃうんです。映っちゃうんで、絶対映っちゃうから見てなかったです。同じような言葉の言い回しとか出ちゃった。そうですね。そうですね。そうですよね。多分僕が今直面してる問題がそこなので。でも逆にでもそれって多分バロラントをすでに見ていた人たちからすると、聞き慣れているそのコミュニティにとってその好きなフレーズだったりとか刺さるものっていうのを自分自身もコミュニティ側として発信できてると思うんで、すごくいいことだと思うんですよね。逆に僕そっちを、これ過去のこの使われてたフレーズだったりとか、ジャッジなんだよねとかね。そういうところを一個一個今からここ、ポイントポイントで覚えていかなきゃいけないんで、どこら辺が視聴者さんのポイントっていうか、勘どころなのかみたいなのは、今まさにちょっとね、寄せていく段階。実況で引っ張られるようにしながらっていうのは結構大変ですね。カードゲームのテンポ感と FPS のテンポ感ってあまりにも多分違うというか、マジで違いますね。なんか基本的にはターンがあるじゃないですか。で次大体どういうことが起こるみたいなのもある程度予想がつく中で、結構 FPS だともう常に何かが起こってるみたいなこともあるじゃないですか。特にチームファイトみたいになってる時とかってなんかそういうところの練習からまず始めたっていうところですね。そうですね。でもなんかカードゲームもやっぱり実況としてめちゃくちゃ盛り上がるところみたいなところは絶対にあるんですよ。ただその部分ってやっぱカードゲーム、今おっしゃった通り手札とかも見えてるし、その俯瞰で見た時にどっちが勝つかってもう大体分かっちゃうんですよ。盛り上げても視聴者的にはもうそんなの分かってるよみたいな、青汁の実況うるせえなみたいなこと言われたことも結構あってでも僕としてはやっぱ画面が盛り上がってるんだったら盛り上げたいみたいな感じだったんですけど、でも FPS の実況をやるようになって、その今までねそのカードゲームで盛り上がってたそのボルテージ感っていうのが結構頻繁に訪れるじゃないですか。そうですね。だから実況としてはすごい楽しいんですよね。大トロの部分を何度も楽しめるみたいな感じで。そもそもだってカードゲームの場合ね、1戦っていう単位で BO3 とか BO5 ですよね。そうですね。だけどバロだったら最大26ラウンド。ラウンド毎回ね。そう。めちゃくちゃ多いから盛り上がるところは。そうなんですよね。確かにね。だからカードゲームのテンポ感でその一番盛り上がったところをいっぱいできるっていうところでは、もちろんカードゲームの実況からいろいろ流用できるテクニックもありますし、
まあその FPS に移行したからこその楽しさみたいなのも今ちょうど見出せてる最中で、すげえ楽しいです。なるほど。じゃあフリーダさんは今回の VCJ とかで僕はですね、バロはさっきも言ったんですけど、はい、もう普段からずっとやってるタイトルだったので、はいはい、だから、自分の中ではなんか脳みそのスイッチみたいなのがあって、はい、でゲームやってる時と仕事してる時の自分っていうのは、もう完全に混じらないんですよ。だから例えばバロの用語と、シージの用語が、設置するものが C の場合ディフューザーで、バロラントの場合はスパイクってあるんですけど、これがこう仕事の中でごっちゃになるっていうことは、今まで僕はずっと CG の実況しながらも、バロラントをプライベートでプレイしてもなかったんですよ。だけど、バロに関して仕事にするってなった瞬間に結構その仕事脳の中でのその混在みたいなのが起きてきて、でバロラントの場合エージェントでシジの場合はオペレーターって言うんですよ。オペレーターか。一応言っても多分ね、バレないんで4000ないけど。確かに。名前としては存在してるからね。っていうのがあって、結構そこの言い違いとか、あと、まあそのバロラントの実況の中で、例えばコミュニティ属性ってあるじゃないですか。ありますね。で、コミュニティ側の方では、例えば CT、T スポーンとか言うけど、実況側としては、ちゃんとディフェンダー側スポーン、アタッカー側スポーンっていうところがあるんで、ずっとこう仕事にする気がなくてやってきてたから、仕事モードとしてこのディフェンダー側スポーンって言わなきゃいけないっていうところのスイッチの切り替えをめちゃくちゃ意識しましたね。いや、そうか。いや、本当になんかその、特にこうシージとバロラントってまあ同じ爆破系統ではあるじゃないですか。そうですね。ところでそこら辺の混在みたいなのがめちゃくちゃありそうだなっていうのがあって。もうなんかよく出ないなと思いました。シージの用語みたいな。そういう意味だと結構、まだもう本当実践も5、6回ぐらいですけど、常に気張ってますね。だからもっとなんかむき出しでいったらかなりテンポも上がるし、もっとガーっていけるんですけど、まずは言い間違えないことが大事なので、すごい今はまだ気張ってます。多分3ヶ月ぐらいはね、この状態続くと思いますね。なるほど。いや、なんか、こう、本当にディフューザーとか言わないかなと思って。いや、みんなそれ期待してるところもあるんですよね。みんなはそれを期待してる、本当に。あるんですよね。あるんですけど、さすが、さすがっすね。一応そこは最大限気遣ってますね。すごい、プロだ。僕も、最初にこう、登場される、試合の時に見たんですけど、見させていただいて、いやもう本当にすごいなと思って、完全にバロラントモードになってると思って。いや、そこはもうさすがに切り替えましたね。プロだなと思いましたね。じゃあちょっともっと全体的な、キャスターとしての実況としての全体的な話になってくるんですけど、実況する上で、お二人がこう最も意識しているところ、ポリシーみたいなところですね。ポリシー的なところあったら教えていただきたいんですけども。じゃあ僕、ポリシーか。僕結構やっぱり自分の味をある程度出したいなって思っちゃう結構エゴがあるタイプの実況者なんですよね。まあそれがいいか悪いかっていうのは一旦置いといて、例えば印象的なシーンがあった時とか、そういう時になんか情景描写とか、ちょっとかっこいい言い回しとかっていうのを、できるだけ述べるようにしていて、それもセットでちょっとみんなの記憶に残ってほしいなって思うことがあるので、なんかかっこいい言い回しとかかっこいいフレーズとか思いついたらすぐにどっかにメモって、試合中にどっかで使いたいなって日々思ってたりはしてますからね。青汁ノートが。青汁ノートありますね。あるところね。普段。ちょっとなんか配信中一回映っちゃったんですよね。青汁のノートが。ネタ帳が。そう、映ってて。なんだあれみたいなコメントに振られてて。あれ僕のネタ帳です。でも確かにこう名場面には名実況がこうついてきてるっていうことはよくあることというか、やっぱりその実況のそのフレーズがこうそのクリップというか、その名シーンとそこまで込みでみたいなのありますよね。っていうのはやっぱありますよね。クリップの時はあんな実況があったなっていうのも結構みんな覚えてるもんで。逆に皆さんそういうのやってないんですかね。なんかかっこいいフレーズみたいなのを事前に考えてみたいな。多分二極化する気がする。あ、そうなんだ。僕はやんない方ですね。あんまりネタとかになんか書き留めてるとかなくて、もう基本パッて出た言葉になっちゃうかも。どうだろう。僕は実況ではなくて解説だったんで、隣が河川って人がやってたんですけど、彼はなんか即興でフレーズ出してくる感じで、もう用意してないけどなんかうまいこと言いたがりや、なんか関西人だからゴリゴリの出てくるんですよね。なんか
おもろいことみたいな、そんな感じのタイプ、まあ結構珍しいタイプなのかな。あんま用意してる感もないけどなんか言ってるみたいなのはありましたけど。まあ事前準備派ですね。なんかアナウンサーの方の記事とかインタビューとか見てても、それこそなんかアテネオリンピックとかの昔の新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だっていう有名な実況フレーズがあったりするんですけど、そういうのもなんか事前に考えてたみたいな話をされてたインタビューを見て、こういうのって事前に考えるんだって思ってやるようにしたんですよ。そっからですね、スタイルは。そのフレーズ即興で出てきたら怖い。怖いっすよね。それはかっこよすぎるんで。名場面を生み出すための下準備みたいなのをしていくっていう。めちゃめちゃしてますね。なるほどですね。フリーダさんは何か意識していることっていうのはポリシー的なもの？僕はですね、結構何度かいろんなメディアで言ってるので、もしかしたらご存知の方も多いかもしれないですけど、僕もともとそのレインボーシックスシージの実況を始めた時に、もう全然できなくて、格闘ゲームをプレイしてて、やっぱゲームスピードは違うし、見なきゃいけないところが全然違うんで、テンポ感がやっぱ違ってて、うまくいかないなってなってる時期がかなり最初の頃あって、で、その時に、海外の方が実況盛り上がるみたいな、コメントだったりとか意見が、やっぱ、多く見られたんですよね。自分の目の中でも。だから、これ、海外の方が実況盛り上がるって言ってるから、海外がなんで盛り上がってるのかっていうのをちょっと見てみようと思って、見てみると、実際確かに海外の人たちの方が、抑揚の付け方だったりとか、パッションみたいなところが違うんで、こういうところが自分の実況に足りてないんだなと思って。で、シージのその世界大会で実況をするときに、現地で何度か海外に行ってやらせてもらったときにも、海外のそのキャスター陣の人たちと実際に食事とってコミュニケーション取ったりとか、普通にこう雑談したりとかするんですけど、その時とその仕事してる時のギャップがやっぱすごいんですよね。彼らは。特にブラジルとか、ラテンの人とか。そういうのを見た時に、彼らが何を言ってるかは、もうとりあえず分かんないんですけど、ちゃんとゲーム内で盛り上がってることが僕にも伝わってくるっていうのが、これがその e スポーツの場合、ゲームタイトルを知らない人、例えばバロラントをやったことがない人が見てくれる場ってすごくチャンス多いじゃないですか。で、その時に興味を掴んでもらうってなった時に、ゲームのことをいちいち説明してるんじゃなくて、パッションで、これすげえこと起きてんだっていうのが伝われば、いいのかなって思って、それは言語が違って今そう思うんだから、じゃあそのパッションをトレースすれば同じことができるだろうって思って結構乗せてるというか、がっつりこうバッて勢いでいくようにしてる。フリーダさんの実況、熱の入り方すごいですからね。そうですね。そこはね、なんか大事にしてるところかもしれないですね。それをきっかけにうまく興味持ってくれて、バロラントプレイしてくれることが僕にとっては一番なんか嬉しいなっていう。僕もそっち派かもしれない。なんかもうやっぱパッションすごい大事。なんかその見てる人たちってやっぱりその上級者ばっかりじゃないですか。初めて見る人も。そうですね。なんなら初中級者がボリュームゾーンみたいな。そうですね。なった時に難しいゲームの難しいこととかよりも、もちろん解説ももう非常に大事なんですけど、僕も解説やってたし、でもよりもやっぱり今すげえんだとか、今めちゃくちゃすげえこと起きてんだとか盛り上がってんだみたいなのってすごい大事だなってそうなんですよね。思うことは多いですね。なるほど。本当になんか勉強させられてる回でXQQ& クローショーこんな回なかなかないめちゃくちゃちゃんとした回ってたら失礼だね。でもこういう話できる機会って全然ないですからね。ないよね。そう。大体の人独学ですからね。そうだよね。なんか成功法みたいなのもないですかね、ゲームキャスターってもうみんなおのおので考えて結構みんななんか自分たちでね、研磨してきたっていうか。そうですね。コミュニティによっても雰囲気違うじゃないですか。もうかっちりした雰囲気のところが求められてるところもあれば、あんまりかっちりじゃなくて本当もう緩く、そうですよね。もう本当パッション全振りとかいろいろなところあって、そこ面白いですよね。これおもろいな。先輩キャスターの尊敬しているところ、直してほしいところというところを聞いてくれって書いてあるんですけど。なるほど。直してほしいところ。先輩キャスターってフリーダさんより先輩のキャスターってあんまり。そうですね。年齢で言うとゆきしろさんと小田さんと僕も同い年なんですよ。岸さんはちょっと下なんで、だから一応最年長組に多分なるんだと思うんですけど、でも、キャスターとしてのキャリアは多分ゆきしろさんのは長いんですよね。僕は2015年からだから。なんで、そういう意味では、先輩っていうことになるんじゃないかなって思うんですけど、尊敬するところは、僕はゆえさんが、選手たちからの信頼感じゃないけど、やっぱ距離感が、すごい
うまいなって思います。ゆきしろさんとか小田さんとか岸さんとかの距離感ももちろんリスペクトなんですけど、ゆえさんはやっぱり一個ちょっと踏み込んでるっていうか、でうまくこう本当に選手たちもそうですけどコミュニティ全体に対して、いい感じにこうアプローチできてる人だなって思ってて、あれは多分僕参考にはもちろんするんですけど、多分僕できないんですよね。だからあれはねちょっとなかなかどうやってやったらできるんだろうなってずっと悩んでる部分ですね。特殊な立ち位置をされてるというか、ゆえさんはこう、そうですね、他の独特ですよね。独特な立ち位置というか、半分視聴者みたいな部分もあって、そうです、ファンというか、みたいな要素も持ってるし、もちろんキャスターとしての要素も持ってるし、で選手たちともすごい交流してるしっていうところで、なんかああいうこうキャスターの人が一人いるっていうのもすごい大事なこと。そうなんですよね。すごい本当に今まで見たことないタイプの人だなって思ってて、先輩キャスターのと思ったら一番後輩キャスターじゃないですか。いや最年少じゃないですか。いやもう最年少は川野くん。あ、そう、川野くんなんですよ。まあでも我々からしたらもう全員先輩ですよね。バロラントっていうところで、なるほどなるほど。青汁さんはなんか尊敬しているところというか。でも尊敬というとやっぱり大田さんと岸さんの2人は絶対外せないなって思ってて、なんかまず大田さんってその大田さんがいる時の安心感みたいなのが絶対ある人だと思うんですよ。とりあえずこの人だけいてくれれば、正直このディープな解説とかを求めるんじゃなくても大田さんが喋ってることに対する安心感みたいなのがあって、なんかそういうのって、今後なんか自分が一番欲しいスキルだなっていうふうに思ってるんですよ。なんかバロラントってそれこそ食レポとか、なんかいろんなこととかが大田さん発祥で生まれることが多いんですよね。ミームの生まれる人なんですよ、あの人って。なんかそういう立ち回りってこれまで自分やろうとしても全然できなかったんで、なんか0から1を生み出せるっていうところで大田さんすごい尊敬してますね。確かにもうピンチになっても大田さんいたらなんとかなるみたいな。そうなんですよね。やばい振りとか来ても大田さんにちょっとどうにか助けてもらうみたいな。そうですよね。本当になんかその辺はマジで強いなと思いますね。安心感で言ったら結構ダントツありそうな感じはしますけどね。変な話、大田さんが超ドスベリしてもそれはそれで絶対美味しいってなっちゃうのが無敵なんですよね、あの人。そうなんですよね。なんかそれ滑ってもよし受けてもよしみたいな、なんか感じで最強じゃないですか。最強ですよ。ただ初心者の方とかもなんかああいうキャスターの方いるとすごいね、親しみやすいですよね。親しみやすいキャスターが、なんだろう、僕勝手なイメージなんですけど、CG で言ったら友蔵さんみたいな感じの。だから結局なんだろうな、例えばそのゲームわかんない人でもやっぱりそう食レポだったりとか、いろんなこうエンターテインメントの要素で番組が楽しくなるっていうところを作っていってるのがやっぱりその大田さんですよね。そうですね。確かに。その大会が楽しく見れるっていうところをね、作ってるとすごいですね。じゃあちょっと重要な部分なんですが、先輩キャスターの直してほしいところ。直してほしいところ。いや、僕が思うに、これは先輩キャスターと、あと番組スタッフの皆さんに対してなのかもしれないですけど、やっぱちょっとね、食レポのバリエーションもうちょい欲しい。いや、エフェクトいっぱいあるでしょって。もっとあるよ。リバーブしか使ってない。そこなんだ。いや、それ実際言ったんですよ、この間。そうなんだ。ちょっとこれ、他のなんか、KO のちょっとモノマネしたいってゆえさんが言った時に、それボイチェンでいけんじゃないのって言って、ちょっとこれワンパターンすぎないって言って、ちょっと言ったんですけど、ちょっとなんかもうちょいいろいろここも工夫していこうよみたいなのはちょっと思ってます。まさかの食レポに対しての改善が出るっていう。なんか同じところがちょっとやっぱ続いちゃってるんで。確かにね。だんだんちょっとこう味も薄くなってきて、そうちょっと薄くなってるから変化がね必要かもしれないですね。めちゃめちゃガチなフィードバック。なるほど。青汁さんは。いや、これ直してほしいところ。なんかこれ動画に残っちゃうんですよね。これ直してほしいところ言うと。全部多分絶対本人見るよ。そうか。やばいっすよ。まあでもあえて一個言うなら、僕雪城さんですよね。直してほしいというか、初めて雪城さんとコンビ組んだ時に、僕もまだ本当に新人ですごい緊張してたんですよ。でなんかスタッフの方が残り10秒前ですって言ったタイミングで、雪城さんがなんかめちゃめちゃふざけ出して、急に別のゲームの話とか、なんかちょっと下ネタとかを急にぶっ込んできて、なんだこれみたいな感じで、僕はすごい今から喋るぞって気持ち作ってるのに、
めちゃくちゃ横でふざけられて、ある意味ではそれでなんかアイスブレイクみたいな感じのもあったと思うんですけど、割と本番3秒前ぐらいまでそれ言ってるんですよ。そうそう、本当に。これなんか配信乗ったら大事故だなと思いながらすごいヒヤヒヤさせられるんで、ちょっと幸代さんのそういうところを僕今危険視してます、ね、早くも気づいてしまったんですね。そう実は幸代さんが一番危険な存在なんです。そう意外とすごいしっかりしてる人に見えて。いやそんなことない、もうふざけまくってる。そうめちゃめちゃふざけてますよ。人のなんかこう輪を乱すみたいな大好きな感じの人なので危険な人物ですね。なるほど、その話題が出てくると思わなかった。そう結構ガチなやつね。ガチでね結構ふざけるタイプなんで。そうですね。全然多分伝わってないです、視聴者の。そうなんですよね。リハ中とかすごいよね。すごい。ほんとずっとなんかふざけてる。じゃあ幸代さんちょっとぜひ直してください。じゃあちょっと次共演するときどうなんですかね。いやでも多分まあやっぱ彼なりのね場の和ませ方だと思うんですけど、逆に直してくださいって本当に直ったら怖い。そうなんか逆にしちゃうかもしれないから、急にシュッてなってスンってなったらすげえ怖いんですけど。わかりますよね。やっぱり気持ち作りたいって人もいれば、そのなんかね和ましたいって人もいるから、本番までずっとふざけてて本番急にってなって真面目な解説をするって言ったら逆にしてほしい。逆にそれは確かにそのパターンも。じゃあちょっともういきなりあれなんですけど、この間岸さん、小田さん、幸代さんとかとこう、たまたまこう食事に行かせていただくようになって、ちょっとキャスターあるあるについてちょっと話してたんですけど、そのキャスターあるあるとして実況の人が喋ってるタイミングと解説の人が喋ってるタイミングってあるじゃないですか。そこのなんか読み合いとか波長みたいなね、あとどっちかが休むみたいなタイミングありません？水飲むね。そういう時の皆さんには見えてないじゃないですか。そこの掛け合いみたいなのがすごいよねみたいなのを話してて、例えばこいつ今から水飲むなとか分かるようになってくるみたいなあります？なんかそういうところ。そうですね。逆にでも僕これもキャスターあるあるだと思うんですけど、解説が前日ぐらいまで誰か分かんないって結構あったんですよ。ありがち。相方誰か分かんないみたいな。そういうことがあるんだ。で蓋開けてみたら初共演の人とか、それ結構しんどいんですよ。キャスティング担当してる方やめてくださいね、本当に。ちゃんと教えてください。そう、確かに重要だね。このぐらいなんかめちゃくちゃ大事ですよね。大事だね。これその話ですごい盛り上がったんですよ。やっぱこの人は今ちょっとこう飲み物入れないとダメだとか、今ちょっとあんま喋れるあれがないとかいうところの読み合いってやっぱあります？いや全然ありますね。ありますね。めちゃくちゃありますよ。だからすでにもう VCJ とかでもありました。そういうところ。もう相方が水飲んでる最中は喋ったりとか、逆に僕が水飲んでる最中は幸代さんとかすごい喋ってくれたりとか、その辺のね読み合いはやっぱり大御所たちはしっかりしてるなって思いますよね。見えないところでの連携すごいですよね。すごいっす。プロとかだとなんか僕も聞いた話なんですけど、プロのアナウンサーの方とかの実況、e スポーツだけじゃなくてスポーツとかだと解説がそれこそ選手の方じゃないですか。だからその解説のデスクに座ったことがない人ばっかだから、だからもうアナウンサーの人とかは結構明確にどうぞって振る人多いみたいですね。もう手でハンドサインで。そう。もう手で。ハンドサインでっていう人も多分それもきっと前打ちでこの方がやりやすいですかとか聞いてるんだと思うんですよ。確かに。初めてこうそういうことをやる人って多いですもんね。そうですね。元々選手で。ありますよね。初めてのこう実況解説タッグってマジで。いやあれね。お互いにこう探り探り。そう。今行くのみたいな。で被る時ありません？そうある。めちゃめちゃある。俺いつもこれもう本当に合図みたいな感じで、なんかこの言葉とこの文章の一旦区切りがついた瞬間に僕って入れるんですよ。って入れると河川止まるんですよ。で僕がゴーするんですよ。これをずっと一生アクセル踏む時の合図が今のはみたいな感じでこう入るみたいなあるんですよ、そういうのが。導入の部分があるんだ。でもそれって初めましての方だとできないじゃないですか。できないですね。だから僕がって言った瞬間バーッ話し始めて、もうとそれが混在してすごいことになるみたいなのはもうあってたまにあるんですよね。ありますね。終電基本も2人同じなんですけど、そういうこともありますね。なんかそういうのみんなあるんだと思って、それこそ岸さん、小田さん、岸田さんもあるって言ってたんで、皆さんそういうのを取ってきてるっていう
キャスターあるあるなんかあります？キャスターあるある。なんかキャスティングされるときに、はい、キャスティングする側が実況と解説の役割を理解してなくて両方実況になってるみたいなこともあったり、それこそ初めての解説の立った人がちょっと実況っぽい喋りをしちゃったりとかっていうので、全然違うじゃないですか、実況解説って。それがね、なんか混同されがちっていうのが僕の中でのあるあるですね。なんかあれ俺実況なのみたいな、そうありますね。一回あったな、俺も実況で呼ばれてて、よく見たら実況じゃんみたいな、俺やったことねえぞみたいなそうキャスターって一括りにされてるんですよね。そう当日に言われたんだ、その仕事。今日実況ですって、はい、みたいなことは。でもなんか同じじゃないですよね、やっぱ、全然違う性質のものというか。でも基本的になんか実況が主導権握ってて、はい、解説が割ってこう差し込んでいくみたいなイメージですね、大体。キャスターあるある1個、これ絶対外れないやつあります。マジですか？はい、結構ハードル上がりましたよ今。めちゃくちゃバチバチにメイクさんが頑張ってグワーやってくれたやつの髪型がぺちゃんこになる。でさ、これ本当他の業界ではありえないらしくて、やっぱあんななんかヘアメイクさんってめっちゃ頑張ってくれるじゃないですか。頑張ってどんな感じがいいですかっつって、でいろいろグワーってピシャーってやったやつが。ね、ヘッドセットでカシャってね、5時間後ぐらいにはもうめっちゃ長い、そうぺっちゃんこみたいな。そうなんだよな。この前メイクさんがメイク終わった後にこんな感じです、まあでもヘッドセットつけますもんねみたいな、すごい寂しそうな声で言ってて、うわなんか申し訳ねえなって思いましたもん。特に最近だと耳かけのマイクのイヤモニ系のね、すごい増えてて、なんだろうな、5、6年前ぐらいまではヘッドセットがもう基本というか、そのイベント自体のそのスポンサーさんがヘッドセット関係だったりとかして、キャスターの人たちもみんなつけますよねみたいな時もあったりしたじゃないですか。あれも基本もうぐしゃぐしゃですね。そうですね。髪の毛もこんなになって、ぺっちゃんこ本当に。確かに。それはあるわ。あるある。あるある。あるな。今日一だったかもしれない。髪の毛わざわざセットして潰しに行くって。そう。セットしてもらったやつぺっちゃんこって意味わかんないですよね。よかった、こういう話できてよかったです。キャスターが集まったから、キャスターあるあるはちょっと喋っといた方がいい。そうですね、せっかくね。あとはやっぱ一日のなんか喋ってる時間長いとかじゃない？長いわね。そうだ、それで思ったんですけど、長い現場って途中記憶飛んでるというか、なんだろうな、自分じゃない何かが喋ってる。そうはいはいはい、これもあるんですよ。意識がないみたいな。でも喋ってるんですよ、後で見ると。でも意識ないみたいな。俺寝てたみたいな。マジでありますね、それ。これあるんですよ。俺今寝てたんじゃないか。あまりにも喋りすぎると、寝てないんですよ、別に。けど喋ってるんですけど、記憶がなくて、俺今何やってたみたいなことあるんですよ。中身あること言えてたっけなみたいなね。ここの部分やばかったなっていうふうに見て、後からアーカイブ見ると普通に意外と喋れてたりとかしますもんね。あれ怖いですよね。怖い。あれはやっぱみんなある。スタミナとかの問題じゃないですよね。もう本当になんか現場によっても半日以上やったりとか。そうですね。いや本当はね、長丁場が多いですよね。多いっすね。CG もめちゃくちゃ長い。そう、大体 FPS 長いんじゃないですか。COD で BO58 試合ありました。BO58 試合 ?CG の BO58 試合は朝7時ぐらいに入って終わったのなんか24時とかそんぐらいだったの。うわあともう一個。はい。テックポーズ。テックポーズ。キャスターあるある。テックポーズで話つなぐ。これめっちゃありますよ。めっちゃあります。あるね。もう終わりの見えない話のつなぎだから。そうね、確かに。あれ結構話題のチョイス困るんですよ。確かに。だからそれこそさっきのタッグの話じゃないですけど、初めましての方と。いやもうそんなね、20分とかなったら、昨日何食べましたとか全く興味ないでしょ、視聴者は。こっちはいけるけど。それはありますね。確かに。だから僕すごい思ってるのは、キャスター実況解説問わずすごい大事な素質ってゲームへの理解度とか、はきはき喋れるとかいろんなワードセンスとかあると思いますけど、何よりも雑談ができるかどうかっていうか、トーク広げられるかどうかみたいなスキルってめっちゃ大事なんですよ。そうですね。結局普通のコミュニケーション能力が一番重要っすよね。どうしても準備時間の方が長いじゃないですか、試合の時間より。
そこら辺で喋れるかどうかってめっちゃ大事なんいや大事っすね。あとはもうやっぱテックが起きちゃった時にテンパる人もたまにいるんで、そうですね。はい、たまに。いやもう僕らはそれ感覚バグってますよ。もう感覚おかしいっすよ。全然ない。なんかもう全くなくて、なんかそう試合が始まりますの振りが来て、で試合が始まらないことがあるんですよ。ありますね、ありますね。COD だとそれでは今から試合が始まりますって言ってバッてやってと思いましたかとか簡単に始まるわけないでしょみたいなねみたいなことを普通に平気で言ってるっていう。なるほどという感じで、まあお二人にいろいろとキャスターについてとか、先輩キャスターについてとか、今後の実況に対するポリシーとかいろいろ聞かせていただきました。次回もですねこのお二人にお話をいろいろと聞いていきたいと思いますので、次回の方も楽しみにしてくださいということで、ザ・ XQQ& クローショー、今回のゲストはフリーダさんと青汁さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。